チェンバーボーン。アップデート7。資材の生産が追いつかず苦労するも娯楽施設を充実させることに成功した我らがビーバー。そして16日と短い干ばつ明けなのに貯水湖はご覧の通りの枯渇寸前。これはまずい。急ぎ対策工事を始めるぞー。はい皆さん今日もお仕事頑張りましょう。しかし出社直後に座り込み動かない。これが社内ニートである。鉄が足らん。鉄を使わん作業でもせい。貯水が心配で観察してたら4日目で干ばつ警告。最短の3日でなかっただけマシだが、こりゃ満水にはほど遠いぜ。中央の湖もあるから全滅はないだろうけど、あまりよろしい状態じゃないね。ハード難易度3が割と本気だ。私の予想では水不足の原因の一つはこの分岐したずるい緑地水路と断定。これを回収するぞ。水路幅1マスは一番蒸発が早いと言われてるし、ここでそれなりの量の水が蒸発してるかもな。てなわけで水路から自動の取水をやめて、ビーバー手動で液体放水場を使い注水に変更。ビーバーも車内に糸が出るくらいには余ってるしな。放水に使う水はタンクに保管されてて蒸発されないのも強い。たとえ湖が枯れても放水で緑地が保てるのも安心感あるぜ。ずるい分岐水路は2箇所あるのでこっちも回収っと。便利だったけどハード難易度では血と力不足でお役ごめん。やっぱずるはいかんな。ビーバーグリル建設現場でビーバーハマり事故。消えた。足場とかはビーバーの上に建設できないが、土砂で生き埋めは OK なのな。どうやら不思議な力でテレポートする模様。ビーバーマジック。ビーバーグリル、完成だー。鉄でできた突出部を下から炙ることで高い温度を維持、ビーバーたちの我慢大会が今始まる。などと思っていたが、全然使われませんでした。2回3回は普通に距離が遠くて嫌がってる模様。一番下はそれなりに混んでるが普通に作りすぎたな。まあビーバー増えたら使ってくれるかな？だな。でビーバーの幸福度は57程度で安定。これ以上を目指すなら収容時間を短くする必要がありそうだ。現状でも十分なレベルで幸福度高いし、トリマこんなもんでいいでしょ。さてちまちま治水工事の修正をするぞー。これもノーマル難易度だったら優秀だったんだろうに、不憫な建造物だったぜ。鉄の生産が安定してきたと思ったら、今度は歯車が足りーん。使わなくなった奴隷棒を解体して、空いた場所に工場を増築した。こんな感じになりそうろー。きっちりあった奴隷棒がなくなってちょっと寂しくもある。はい、製造量強化しましたので職場変更でーす。繁殖ポットを止めたこともあり、600近くいたビーバーも少しずつ減って560程度に減少してます。で社員食堂を増築してたら干ばつ22日が襲来。貯水が厳しい状態での22日、これはどうなるかな？貯水湖の様子はご覧の通り。やはり満水には届かなかったか。前は満水になってた貯水だんだんシステムも満水とは程遠い状況。次のサイクルで最短で干ばつ30日とか来たら、ビーバー多いからかなりヤバい状況になりかねんな。水不足の原因は多分これだ。諸悪の根源よ。滅び去れー。ずるい水路のため池化が終わり、元気よく水路を破壊する白霊士。その結果がこれである。ケツに重心を集めることでなんとか落ちずに済んでおります。お家に帰れません。ケツに力を入れろ。ケツジャンプだ。ケツの力で見事に移動。つか帰り道がねえからはよ助けてやれ。あいよ。救助ついでに通勤にも考慮して、甘露の駅も建設することにしました。これで放水場への改修工事が終わりだな。歯車を枯渇させる原因となった鉱山が完成。しかしすでに鉄不足は解消されてたりするけん。そんな。そういえばボット工場に倉庫はたくさんあるけど、資材置き場作り忘れてたのを思い出し建設を依頼。作ったものを運ぶのも一苦労だったから、これで効率も少しは良くなりそうだぜ。お次は初期から使ってる川を、蒸発しにくい3マス幅にする工事を計画。貯水不足を解消するためだ、キリキリ働けー。初期に開発した部分を撤去して、再開発の始まりだぜ。1日で撤去作業が終わり、やることなく出社直後にお座りモード。もっと仕事が必要だ。使ってない貯水槽、やっぱり使うぞ工事を始めるぞー。高架水道橋を作る際に穴が開いた部分を再度埋めて、ここもしっかり貯水する計画が発案された。鉱山が水没しないよう周りも土で覆うぞ。鉱山周りはこんな感じでよろしく。こりゃかなりの大規模事業になりそうだ。作業開始1日で土砂の在庫が1000減ったよ。おい。さらに工事増し増し、貯水湖に放水する際に一滴も無駄にしないように、そこの高さもかさ増しするぞ。もう明らかに土砂が足りなくなるやつだ。行けビーバーの未来を担う者たちよ。
様らの貢献が水の楽園を築く礎となるのだ。完成しても本当に貯水できるかは怪しいもんだぜ。節水のため高架水路の水を止めたのでカッサカサに。水路が乾いたことで下の緑地も乾いております。こりゃビーバー建設本社下の植林も全部ダメだね。高架水路を使うのやめると、大幅な植林計画の見直しも必要になるぜ。これは頭が痛い問題。などと頭を悩ませてる最中に頭の悪いボット。綺麗に4体はまっております。さっさと作業に戻って建設せんか、このバカボットがって作業早すぎ、まだ3体残ってるでしょうが。仲間がいてもためらわず建設、これが心なきロボの所要だ。お前ら貯水槽工事はどうした？暇そうやなこらこらビーバーをつついてやるなよ。どうやら3000近くあった土砂の在庫が、3日程度で枯渇しちゃったようだね。土砂がないと言いつつ追加で土砂を盛る作業を依頼する、うちのレイムさんはサイコパス気味です。失敬な。足らんかったら追加で掘ればええんや。土砂を増産して無駄公共事業を完遂するのだ。資材不足で、閑散とする工事現場。新しいお仕事がないとまた暇ビーバーで溢れちまうぞ。もっとビーバーを働かせてあげたい。爆薬なら残ってる、貯水庫の貯水量を増やすぞー。使ってない貯水槽大規模工事するなら、最初からこっち拡張すればよかったのでは？それは言わないで。おい。水中に爆薬を設置するビーバーズらー。やる気満々の建設ビーバー、我先にと意気込んでおります。爆薬の在庫はまだたくさんある。思う存分に労働に勤しみたまへ。爆薬を取りに戻るときもビーバーズらー。この調子ならこの固定の掘り下げ平坦化作業も、あっという間に終わりそうだぜ。私のマングローブが完全に枯れたので最後は丸太にしてくようです。節水のためなのでやむなし。メインで使ってるクレーター貯水庫の爆薬設置は、3日でほぼ完了しました。作業員が多いから資材あればほんとあっという間に終わるぜ。じゃ暇だろうし土砂不足で作業の滞ってる貯水槽も、爆破して固定を平坦化しちゃいましょ。こっちは爆破するよりも埋める作業が多いぜ。間伐終了まであと8日、それまでに採掘場が水没しないように壁を完成させるのだ。工期を決めたことで本気になった白霊氏、同時作業をできるように橋の足場を用意してガチモードに突入。っていうかだいぶ前に建設依頼出した追加の土砂採掘機、いつになったら完成するんだ。加工された板が足りません。採掘場一旦停止、加工板こっちに回しなさい。新採掘場を稼働させるための工事のために稼働中の採掘場を止める本末転倒の行為。松ヤニの生産急げ一件はボットに担当変更、昼勤と夜勤で効率よく採取するのだ。加工板と駆除で大忙しだぜ。コメント欄で以前教えていただいた、防水フロアで残った切り株を消す技をお試し小技入りまーす。道で消すよりもこっちの方が簡単でいいねだな。防水フロアはもちろん建設せずこのまま取り消し。ちとずるい気はするが、切り株そのままにするよりかはマシだな。すっきり綺麗。鉱山止まって原料ないので精錬所停止。在庫なかった鉄もなんだかんだで線できたし、少しの間くらいなら止めてても平気かな。工期が迫ってるぞ、キリキリ働けー。まあ干ばつ明けに貯水始まっても、メインの貯水槽がいっぱいにならんからこっちには水来なそう。それでもやるの？わがまま。秘宝、効率の良い植林場、高架水路の緑地化範囲がなくなったことで、植林面積が大幅に縮小。もはや効率が良くない。こりゃ改めて緑地化計画をしないとだ。だな。今日で干ばつが終わるぞ、ラストスパート頑張れー。かなりの作業量&土砂不足で苦労したが、意外となんとか終わりそうだ。定時までに終わらなかったけど、これなら夜勤のボットが完成させるね。いのー、ちーの水。気持ちよく歌ってるところ悪いが、貯水庫枯渇してんじゃねえか。干ばつ22日で枯渇とは、これはいよいよやばくなってきたかも。うおー、貯水量を増やして、干ばつ謎には絶対に負けんぞー。少しでも節水して、なんとか貯水槽に水を溜めたいぜ。新貯水槽にもいっぱい水を溜めたるぞー。叫んで宣言するのは元気があってよろしい。だがここはさすがに水たまらんだろ。節水すればきっと水はやってくる、多分。ただの希望観測であった。おっと川の手前のダムはまだ余裕があったみたい。ここが陥落してないってことは中央の湖は水位変化なしか、あと数日だったら耐えれたっぽいな。貯水槽の満水を見たいし、ここを閉鎖して向こうに一元化するのもいいかもね要検討だな。
では節水対応ばかりであまり建設できなかったけど、干ばつも終わったので最後に街の様子を見て締めましょ。と言っても大して街並み変わってないから、少し一人称で観光しようぜ。あいよ。皆さん、おはようございます。早朝のビーバー建設株式会社前は毎朝ものすごいラッシュ。帰国したらバスで昼食はベリーのみだよ。コーヒー農園から見上げるとこんな感じ。大量の資材を投入したモニュメントが、下々ビーバーを見下ろしております。お前ら、暇そうやな仕事ねえんだからいいだろ、パワハラすな。これは社内に糸にカツを入れてるの。それを世間はパワハラって言うんだよ。お座りしてるビーバーたちが眺めてる風景。豪邸に無限動力ボット工場、街を一望できる良い眺望。下から眺めるボット工場と無限動力。あまり下から見る機会なかったが、これはこれでなんかかっこいいな。丘の上からもうワンショット。少し高い場所から見れば、奥の食品工場も視界に入るぜ。じゃあお次は食品工場を見に行きましょ。立体農場から見た巨大食品工場。倉庫にぎっちり食品がねじ込まれてるぜ。当分は食料の心配はなさそうかな？そんな食料生産の要の立体農場を、食品工場から撮影。離れて撮影しないと、何かわからんレベルのサイズの建造物である。下からだと思った土が邪魔で何も見えぬ。固定が平坦化されて貯水量アップしたクレーター貯水湖。だが水が入っているので固定は見えない。次の干ばつまでに満水になってくれるといいんだけど。厳しい。今回建設した新貯水槽の鉱山浸水防止の壁。ここには誰も立ち入らない、ビーバーたちには石棺と呼ばれている。てか加工板不足で操業停止で誰もいないだけです。ため池加工事をした自称効率の良かった植林場。ため池の下は一応緑地化されてるぜ。私の丸太が節水のため高架水路の水を止めた影響で高架下の多くは全滅。糸悲し。悲しい気持ちはビバザップで汗を流して忘れましょ。一人称視点で見るビーバーエクササイズ、なんかシュールだな。目指せマッチョビーバー。鉄の筋肉。一酸化中毒にはご注意ください、ビーバーグリル。突出部を直火で炙ってるから、2階の奴らは足の裏の火傷にも注意だ。可愛いので思わず何度も見に来てしまうスクラッチャー。ほんとみんな気持ちよさそうな顔してるぜ。じゃビーバー建設株式会社本社から豪邸を眺めつつ今回はここまで。やっと中の人の引っ越しが終わり更新再開。応援してくれる方はグッドボタンよろしくお願いいたします。さほど長くない干ばつでも貯水がなくなるようになり若干のピンチ。果たして次回は生き残れるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。